Hello everyone! 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。僕は普段、オノマップという YouTube チャンネルで日本語を教えていたり、遊びながら日本語を勉強できるカードゲームを作っていたり、あとは医者をしていたりしています。最初にお知らせです。今、遊びながら日本語を勉強できるカードゲームを作っていて、そのクラウドファンディングの準備をしています。説明欄にリンクがあるので、ぜひ見てみてください。今回は僕が大失敗から学んだことというテーマで話したいと思います。オノマップの YouTube チャンネルでも話したんですけど、僕昔キーピースという日本語オンラインスクールをしていて、結果から言うと、ランニングコストもすごくかかって、それで授業を続けることが難しくなって、今は終了してしまったっていうことなんですけど、その大失敗から学んだことの中で、一番大きかったものは、届けることの重要性です。言われれば確かにそうだっていうのはわかるんですけど、やっぱり僕もそうですし、他のクリエイターも、すごいいいものを作ろうっていうところはめちゃめちゃ頑張るんですよ。で、もう自分の最高だと思うものを作って、いや、これは他の人には負けないでしょう。これはもう最高だっていうものは作るんですけど、そこから、じゃあそれをどうやったらみんなに届けるのっていうところの考える力はあまり強くない。少なくとも僕は全然そういう力が前は特になくて、それで結果的に、いいものを作ったのにもかかわらず、しかもそれを楽しみにしている人がいたにもかかわらず、うまくいかないっていう、変なことが起きてしまいました。僕はそのオノマップの動画の中で届ける力がなかったという表現をしたんですけど、もっと考えるべきだったなと僕が思うことは、例えば、日本語オンラインスクールをどのくらい長く続ければみんなに知られるのかなとか、あとは、その授業は3ヶ月で1クールだったので、みんなの予定を空けるまでに、みんながスケジュールを合わせるのに、どのくらい時間がかかるかなとか、それまでにどのくらいのお金があれば、そこまでキーピースを続けられるかなとか、他にも、レッスン資料ができるのが、実はすごく遅れてしまって、最初の授業の開始が遅れてしまったんですけど、そうするともちろんその分生徒を募集できないので、お金も減ってしまうんですけど、そういうイレギュラーなことを事前にプランの中に入れていて、何があっても最悪続けられるようにはしておくべきだったなというふうに思ってます。今僕が作っている GoGo ジェスチャーっていうものは、自然に日本語の会話も練習できるという、めちゃくちゃおすすめなカードゲームなんですけど、皆さんにしっかり届けると。それが、今回僕のチャレンジで僕の責任だと考えています。具体的には、YouTube の動画はそうですし、今回のポッドキャストもそうですし、あとは YouTube ライブストリームをしたり、あとはこれからチラシを配ったり、他のイベントに参加をしたり、そういったところで一人一人にこれがあれば言語交換もスムーズにできて楽しく会話を練習することができますよっていうのを丁寧に説明していきたいと思っています。ですので、何か届けるような仕事をしていたり、あとはクリエイターだったり、そんな場合には、僕が大失敗から学んだ届けることの重要性というのを改めて考えてみると、うまくいく可能性が上がるんじゃないかなと思います。ということで、今回の話は以上になります。皆さんありがとうございました。